幸の始まりってあると思いますか？最近自分の不幸を嘆いている人って例外なくこの言葉を使っているなと思い、妻に話してみたらすぐに合意してくれたので、将来自分がそんな言葉を使わないようにという意味も含めて話してみようと思います。まずは今日の絵について。今回は久しぶりに色鉛筆で肖像画を描いていこうと思います。最後に色鉛筆で絵を描いたのがもう1年以上前だと思うので、その時よりもうまく描けるのはなんとなく分かっているんですが、とりあえず楽しんでいきましょう。それでは今日のテーマ、不幸の始まり、話していこうと思います。出し惜しみせずにさっさと不幸な人が共通して使う言葉を言ってしまうと、言い方はいろいろあるかもしれませんが、よく聞くのは次の2つ。誰々さんのために、または誰々さんが言ったから。この2つですね。こういう言葉を使う人たちが不幸になる理由、なんとなくわかりますよね。この言葉からもわかるように、こういう人たちは自分のために生きてないんですね。少なくともその人たちの頭の中では、自分の人生を誰かのために犠牲にしているんですね。何か物事がうまくいかないときに、こういう人たちはその誰々さんのせいにするんですね。だから自分の人生なのに自分ごととは永遠に捉えられないです。自分の人生を自分で生きているのではなくて、誰かにやらされてる感をずっと抱きながら自分の人生を生きているんですね。退屈な仕事と同じですね。それは退屈な人生になります。人にやらされているからうまくいかなくても改善しようってなかなか思わないし、きっとこう思っていると思います。うまくいかなくても自分のせいではなくて、最初に言ったその人のせい。自分で責任を取らなくていいってなんかいいことのように聞こえるのかもしれません。でもその生き方で犠牲になっているのは一度しかない自分の人生です。じゃあ逆にどうすればいいのか。もう考えるまでもないですね。自分の人生は自分のために生きて、自分で全てを決断して、自分で責任を取る。何かを悩んだ時に人の意見を聞くのはもちろん大切です。でもあくまでもその人の意見はその人の人生の中でベストと思ったことで、自分の人生や価値観にそのまま適応できるとは限りません。何も考えずに飛びつくのではなく、決断の先の人生に納得できるまで考えて行動しましょう。同じように人のために生きること自体が悪いことではないです。僕も妻のためとか息子のためって思って行動することは人生にたくさんありますが、自分を犠牲にしていることはないです。妻のためとか子供のためとか行動している中でも、その行動が自分が楽しいって、自分がその行動で幸せになると信じていることしかやらないですね。だからあなたのためにやったのにとか口に出して言うことはないですね。相手が感謝しなかったとしても、自分のその行動は何よりも自分自身を幸せにしているって知っているので、自分は世の中の幸せを増やすことが好きですけれども、自分を犠牲にしてやろうなんて思ったことはないです。世の中を幸せにすることで自分が幸せになるって信じてるからやっているのです。つまり自分のために世の中の幸せを増やしているのです。どうでしょう。人のために生きているつもりで自分が不幸になってませんか？そしてそれによって世の中の不幸を増やしてませんか？自分が幸せになる生き方は結局自分でしか決められません。自分の人生は自分で責任取りましょう。それができれば何が起きても意外と平気だったりします。というわけで不幸の始まりでした。あなたのためにとか誰々さんが言ったからとか言ってませんか？
はい、それでは絵の方もそろそろ完成にしようかなと思います。最近のね、鉛筆の肖像画でいくつかプロセスを改善したので、ある程度うまく描けることは分かっていたんですけれども、それでも前回の色鉛筆画と比較すると、格段に進歩したなと思います。悩ましいのは、やっぱり紙の質がかなり出てしまいますね。紙っていうのはペーパーの方ですね。色鉛筆を軽く塗ると、やっぱりこの紙のこのザラザラ感が出てしまって、ひょっとしたらもっと圧力をかけて塗っていけば改善できるのかもしれませんが、この辺はこれからも試行錯誤していきたいなと思いました。それでは今日はこんなところで、よかったら一緒に絵を描きましょう。ではまた次の動画で。